はい。こんにちは。古谷敏の夢道 TV 始まりますよ。今日も素晴らしいテーマいっぱいあります。そして、ご存知のように私のパートナーであります、今日もご一緒していただいております。この方です。ありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。ライターの早川です。今日もお話のお相手を務めさせていただきます。よろしくおありがとうございます。願いします。さて、今日の夢道 TV、はい、話題にさせていただきたいのは、ウルトラマン第10話、はい、謎の恐竜基地、エリマキ恐竜ジラス登場。ジラスですか、今日はもう。いよいよジラスの回に。わー、ジラスなりましたは大変ですね。いっぱいそうですかありますね、これ、話は。はい。話題多い作品ですね。もうつきませんね。はい。かなりの話題がありますね。早川さんも話題いっぱい見つけて僕に質問してください。はい。お願いします。まずは何と言っても相手役、エリマキ恐竜ジラスという、エリマキのついた大きいトカゲの怪獣といいますか、恐竜が出てきます。はい。これが、いろんな諸般の事情がありまして、東宝さんからお借りしてきた、世紀の怪獣スター、ゴジラが、ウルトラマンにゲスト出演という、大変な、この話題性のある。そうですね。ゴジラっていうよりジェラスですからね。で僕らは最初、ぬいぐるみを見たんですけどね。最初はね、ゴジラと僕は思わなかった。あ、そうですか。はい。もう、要するに襟巻きをつけて、ジラスだから、よく見るとって言うんですけど、僕はね、そんなにね、その時感じなかったです。ジラスって感じでしたね。はい。実はね、なんかこういろいろあって、やっぱりゴジラだって感じましたけどね。ここに行くにはいろいろありましたね。例えばゴジラっていうより、ジラスに入られた大先輩の僕の東宝時代のハローさん。これが、3本目でしたっけね。そういうことになりますかね。はい。ネロンがガボラと来まして、そうですよね。もういろいろ教えていただいて、ご指導していただいたんですけど、3本もやったんですか。その後また、ありますか。後半また出てきますけれども、とりあえずやっぱりゴジラということで、もう、これはもう、ね、中島さんが映画の中で着られた衣装ですし。そらそうですよ。もう、これは、他のやつには着させられないっていう感じですよ。そうですよね。だから、ジラスでもゴジラっていうことであれば、やっぱり中島ハローさんに頼まないと、これはいけないんじゃないかなと思いますね。ジラスはそのウルトラ Q でも放送第1話のゴメスとしても使われてるわけですけれども。そうですか。でもその時はですね、結構もっとデコレーションがありまして、角もありますし、甲羅もありますし、毛も生えてますし、だいぶ、あと白黒はあれなんですね。だいぶその、お化粧も、いろいろして、化粧直しがありましたので、その、パッと見にはね、だいぶ印象変わってるんですけど、ジラースは、襟巻きと、あと体にちょっと黄色い体色が若干ハイライト入っていて。ジラースっていうのは、本が、金城哲夫さんですね。金城さんで、それで監督。三田和夫監督が、初めて。ウルトラマンではこれとギャンゴの日本で、ウルトラ Q 以来、久々に。ウルトラマンデビュー作じゃないですか。デビュー作っていうことですね。日本。そうなんですか。デビュー作ね。そういうこともあって、怪獣が心臓系じゃないって言いますか、やはりつぶらやプロ育ちの助監督のデビュー作ということもあって、多少予算面のなんていうんですかね、この圧縮じゃないですけれども、ギャンゴはご存知の通りベムラ改造ですし、
ジラースは、うんまあ、東宝さんからうんスターをお呼びするということで、うん。両方ともウルトラマン用の新しい怪獣ではないっていう、ねえ。そういう面白い。でも、デビュー作が、やっぱり、ゴジラを元にしてね、ジラースを作ったっての、これはまたすごいじゃなそうでいですか。すね。また、スーパースターゲストを、そうです怪獣によ。だから、お招きして水田さんとしては、いろいろ自分が初めてウルトラマンの監督になって、作ったものだから、水田さん自身に、やっぱり自分の中にテーマがあったんでしょうね。何かを使おうとか、はい何かの真似しようとかって、やっぱりそういった演出プランがあったんじゃないですか？と思いますね。うん特にこの戦いだけを切り出してみても、うん。ジラースもギャンゴも、うん。かなりこの戦いがユニーク。ウルトラマンのそれまでの、ワンクールの中の、ウルトラマンの怪獣との戦いの中でも、そう。この2本はかなり初期の中では異彩を放っていると思うんですね。そうですね。え僕自身も感じたのはね、水田さんが西部劇はい。をテーマ大にし、好きにっていうことも、はい。ね、はい。伺ってます。はい。そんな感じで、はいガンマンが、はい。こう自分の腕を見せるという、えそういうプランがありましたえね。それと、僕らから言わせると、中島春夫さんもそうですけど、時代劇の相対するね、椿三十郎みたいなね、それから、相対するなんか、格闘シーンですか？そんなのがあったような気がするんですよね。まあ演じられてる側としては、やはり、どちらかというと、例えば椿三十郎の三船敏郎さんと中台達也さんが、はい。一騎打ちをするような、そう。用心棒とそのライバルみたいなそイメージがあっただから僕が三船敏郎さんで、え中台達也さんが中島春夫先輩と。ーそういう形で、なんか、東宝時代の相通じるものがあったんじゃないかと思うんですよね。なるほど。うん。やっぱり、椿三十郎さんにしてもそうだし、用心棒にしても、僕らは出てますからね、二人黒ともね。沢に出てらっしゃいますからね。だからそういう意味ではね、春夫さんがそんな感じでやろうっつったんじゃないかと思いますね。うん。あと、このジラースで問題がすごい多かったのは、僕が顔を出して、出演されていますね。はい。そうでした。水田監督に言われて、たまたまね、高野さんもそうだし、僕もそうだし、空いてたんですよね。はい要するに、撮影の、セット作りで、撮影時間が、たまたま休み。その時に、一泊で、下田へおいでよって水田監督が言ってくれた。要するに、特撮でみんな疲れてるだろうから、まあ気分転換で、ちょっと下田の温泉に浸かりに、その下田の温泉もタイアップだったから、みんな行けたんですよ。そうですよね。うん。まず、ホテルが劇中に登場するということで、はい。下田の観光ホテルが出てくるということで、そういう僕は行って、スタッフともそこに宿泊できて。はい。ただ行くんじゃしょうがないんで、ボーイの役がね、あるから、そのボーイの役で行けばいいからです。で、衣装合わせして、それでボーイの役行って、まあ、ロングで誰が映ってんだかわかんないでもやっぱりね、長身のボーイさんですからね。そんな感じでしたね。それもまあすぐに終わって。衣装合わせっていうことは、ちゃんとボーイの服作ったっていうか、持ってったんですか？そうです、もちろん。現地調達とかではないんですか？違いです。ホテルのボーイさんの服をお借りしてとか、そういう。じゃないです。そうですか。京都衣装で、ちゃんと、衣装合わせして。東宝の衣装部さんの衣装を。そうですか。それで行って、ワンカットがあって、あとはね、もう自由に、撮影現場に行って、一匹行きましてね。はい。で、たまたま西条さんがいましてね。西条先輩ですけどね。ウルトラ Q の一平ちゃんの役やった西条さん。その方が、ゲストですからね。そうです。そこにありましてね。で、行って。で、終わっ
て、これもまた記念すべき。はい。その日が、なんと、7月で、一番。第1話、ウルトラ作戦第1号の放送日、そうなんオンエアだった。だからロビーに全員集まって見たんですよ。これはあれですか、そのボーイさんのシーンを撮った。もう全然、もう全部僕はもうすぐ撮りましたから、もう、あとはもう自由だったんですから。もう全部終わって。終わって。それは、なんかね、ミスさんの話ですと、ロケから日曜日で向かう道が大変だったって話を聞きました。そうですよ。夏休みですからね。まあ、夏休みじゃなくて、夏の、夏休みに入る前の観光シーズン。そうです。だから、海へ行くね、下田へ行く海のお客さんやなんかが、街道筋に、すごいラッシュだった。で、間に合わねえかもしれないみたいな。そんなことありましたよ。みんな、小さいマイクロバスに乗ってね、旅館まで行くんですから。下田に行く途中の道が混んでという。一匹から下田へね。そうか、そういうタイミングだったんですね。そんな一話をみんなで見た。これはすごかったですね。俺はね、ボーイですから、こうやって見てましたけどね、こんなになってんだ。だから第一話ってもね、はじめさんの回ですからね、もう3本、4本撮った後ですから。本来は第1話にもゲスト出演のその顔出しといいますか。そうです。の予定もあったっていう話をね。そうなんですよ。あったんですよね。いろいろなそういうことを経て、第1話が完成して放送オンエア、おまけにカラーだったんですか、その時。カラーですよ。もちろん。カラーテレビが。ロビーはカラーでしたよ。そうですか。それはすごいですよ。みんな、はーってね。他のお客さんいらっしゃったんですか？みんないましたよね。だから、偶然見たんでしょうね。初めてのウルトラマンですからね。でもこれはちゃんと、このロケの日オンエアだってこと分かってますよね。そうですね。だからみんな、水田監督も、とにかく早くロケ終わりたかったんです。一匹このロケね。それ終わってからたら、車が混んでたというね。でも間に合って、武田から。それ見たんですよ。はい。悲劇も、なんかすごい感激でしたね。未だに武田ってのは覚えてますよね。そういう意味では、このジラースはかなりいろいろとあったんですよ。はい。トピックス多かったですね。そうです。僕と、一番の出会いはやっぱり中島春夫先輩でしょうね。ゴジラは俺がやるんだから、みたいなね、人でしたからね。他のやつに入れさせないよ、俺がやるんだよ。水田俺が行くぞ、みたいなね。そんな感じをやっぱり感じさせたんでしょうね。だから、水田さんは中島春夫さんにお頼みして、で、ゴジラをやったと。はい。ゴジラじゃない、ジラスをやったと。この夢道 TV でも、過去のシリーズで、中島さんとの、そういったいろいろなお話は、話題に上ってますけれども。ジラスの時はもう、あれですか、もう立ち回りとか、そういった段取りとかっていうのは、もうだいぶ、通過ということじゃないかもしれない。そうですね。もうだいぶ教わって、もう第3話ですからね、だいぶ教わって、メロンガから始まってね、教わってきて、だから、かなり、あうんの呼吸っていうんですか。要するに、先輩後輩じゃなくて、やられ役とやり側と、それをうまく、中島さんが自分で演出してくれたみたいな、そんな感じしましたね。だから、投げられる時もやっぱり中島さんは自分で投げられてましたしね。僕の方も、ゴジラの、ジラスから出た光線を避けるとかね。そういうのはやっぱり、こういう感じの時はこうやるなと、こういう感じの時はこうやるなっていうのは分かってましたから、動きがね。だから、だいたい1、2、3でポンと飛ぶわけですよ。そうすると光線がね、出るわけですから、そんな時間的なものも、やっぱりハローさんうまくやっていただいたですね。
中島春夫さんとのその、ね、対決シリーズですと、はい。ネロンガ・ガボラは、基本的に四つ足そう、の四つ足ですで、からね。ですからちょっと視点も下ですし、はい。ガボラもウラン光線出しますけれども、そのまあ、足元にそうです、そう来ると。です。今回ジェラースはそうです。二足歩そう行で、ですからね。おまけに顔の位置は、どちらかというとウルトラマンの背が高いといいますか。そうです、そうです。ですからちょっと光線もね、かなりこう、至近距離にといいますか、そうでウルトラマンの胸のあたりをこう通過していくみたいな。そうです。だから、かなりね、はい。いいシーンでしたね。高いですね何回かね、こう、はい要するに避けるというね、はいその形も、だから、避けた時の中島さんの顔の位置とか、そういうのやっぱりね、研究してますね、先輩はね。また、映画の怪獣ですから、うん大きいですよね。大きいです、大きいです尻尾。も長いですし、あれをね、簡単にね、倒れて、早いですね、起き上がるのがね。そうですね。ああいうのはね、普通の人できないですよ。倒れてすぐカッと起き上がってね、で戦うっていう。だから、そういう意味ではね、やっぱり慣れてたんですかね。自分のもう皮膚の一部といいますか、体の一部になってるぐらいの多分そうだと思いますジラースのぬいよ。ぐるみが、とにかくやられ方もとにかくやっぱりすごいですね。投げる、1、2、3で投げる、その投げるタイミングとちゃんとあって転がるというね。これはね、ますごい。た、はい。ミーさんが、ウルトラマンが飛び込んでいく。飛び込んでこれもネロンガやガボラ戦でもありますけれども、はい。ね中島さんとの立ち回りの、ね、一つのパターン。パターンですね、あれは。投げ飛ばして、ね。さらに、すごいですよね。